サイズ感としては A4 サイズがすっぽり収まるような感じになってます。実際にね入れてみると、これはね A4 の変形サイズになるんですけれども、ちょっと大きめのねサイズになるんですけれども、ぴったりと収まってこんな感じになります。なのでここにねあえてねボタンとかをつけずに今回はオープンタイプにしてみました。こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は縦長のスリムトートになります。今回は久しぶりに家庭用ミシンを使って帆布のトートを紹介させていただきます。使うのはこちら、底はですね 9.5 号帆布で、上はマリメッコの帆布なんですけれども、およそ8号ほどの帆布の厚みになります。こちらを家庭用ミシンで仕上げられる方法で紹介させていただきます。外側にねあるとね便利なスマホとか入れられるようなちょっとしたポケットとか、あと内側は内袋を作る時にですね同時に仕上がる、ここにポケットがあります。仕切り付きのポケットもついています。作り方としては全く同じなので、以前の動画をご覧になった方もですね、よかったらまたね思い出しながら一緒に作っていただけたらと思います。こちらはショルダータイプになっています。それからこちらはサイズのみ紹介になるんですけれども、結構ねご質問多かった一番小さい S サイズになります。そしてこちらが以前紹介した普段使いのトートバッグになります。小さいサイズは普段使いのトートバッグにすっぽりね収まる、このぐらい。よかったらサイズ違いもぜひ作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体の外布になります。2枚になります。幅が35センチ、縦が32センチになります。そしてこちらが外ポケットになります。幅が14センチ、縦の長さが17センチになります。そしてこちらが底布になります。幅は35センチ、縦の長さは20センチになります。こちらの底の切り方の方は別の画面で紹介させていただきます。それからこちらが内布になります。内布は幅35センチ、長さは108センチになります。そしてこちらは持ち手になります。105センチのものが2本になります。それからお好みで脇タブなどご準備ください。それぞれのサイズはこちらの画面の方を参考にしてご用意ください。よくご質問いただくんですけれども、こちらよくアクセントに使用する本革なんですが、厚みの方はだいたいですね 1mm 程度にしています。こうやって2つ折りにして縫っていきますので、その際に厚みが出過ぎないものがおすすめです。だいたい 0.5mm から1mm ぐらいのものを使用されるといいと思います。そしてこちらのチャコールの生地の方は 9.5 号帆布になります。こちらはコッカさんで販売されています。そして今回使用するのもヘルシンキのアウトレットで購入してきたマリメッコの帆布生地になります。こちらはですね、だいたいおよそなんですけれども8号帆布を目安にしています。ちょっと織りが柔らかいタイプのものなので11号帆布で同じように作ることができます。そして内布に使っているのはシーチングになります。帆布はもともと1枚の布で作ることができますので、内側の生地は薄い生地を使用されることをおすすめします。それではそれぞれに合い印をつけていきます。2つ折りにして輪になったところを斜めにカットしていきます。このやり方はですね、以前にも紹介している動画と全く同じ方法になりますので、分かる方はこちらの方は飛ばして先に進んでください。横 2mm 縦 3mm で斜めにカットします。そうするとこういう V の合い印がついてきます。こちらを上下に入れていきます。はい、じゃあこんな感じで上下についたところで、今度はポケットの方も外側にだけ中央の合い印を入れます。同じようにして V の合い印をつけましょう。そうしたらバッグの上側になる方をどちらにするかを決めて、上から4センチそれぞれ印をつけていきます。まず片側に4センチの印をつけましょう。
はい、では4センチの印がついたところでこのような感じで2つ折りにします。ここが中央の合い印つけたところになります。2枚重ねた状態で5ミリほどの深さで合い印を入れます。こんな感じで切り込みを入れましょう。そしたらもう1枚も同じようにして合い印をつけます。ただこの部分折り曲げないように気をつけてください。そしたら持ち手の合い印を上下につけていきます。まず最初につけた中央の合い印を重ねて2枚重ねておきます。そしたら中央から6センチずつそれぞれに5ミリの合い印をつけましょう。そうするとここがちょうど12センチになります。2枚重ねた状態で中央をねずらさないようにして5ミリの深さで切り込みを入れます。そうすると2枚同時に同じ位置に印がつきます。反対側も同じようにして印をつけておきましょう。続いてポケットの入れ口側にも合い印を同じようにして入れていきます。裏面にして端から2センチのところに印をつけましょう。そしたら2枚重ねて先ほどと同じように輪にした状態で切り込みを入れます。底布の切り込みの入れ方はこちらの図のようになります。最後に切り取った後にもここの部分ですね、中央の合い印を入れておきましょう。それでは内袋に合い印をつけていきます。先ほどと同じように2つ折りにしてちょっと細長にしていくんですけれども、まず中央に V の合い印を入れておきます。そしたら反対側にも同じようにして入れましょう。そしたらですね、生地を裏側にして今見えてるのが裏面になるようにして縦長に2つ折りにしましょう。同時に合い印をつけていく方法です。そうしたらこの上から30センチのところに印をまずつけましょう。今30センチのところで印がついたところです。そしたらそこからさらに8センチのところに印をつけます。そうしたら今度は横に5センチの線を引きます。そして最後にここのところをつなげて同じく8センチにします。じゃあ反対側まで来たら今度は上から28センチのところに印をつけましょう。ここのところから今度は20センチ離れたところに印を入れます。合い印と立ち方図の方をご覧ください。はい、ではこんな感じで裁断が終わったところです。この部分ですね、確認するのには底布をカットした底布をこうやって合わせてみて、ここが綺麗に揃ってれば OK です。今回はポケットを同時に作っていく方法で仕上げていきますので、内袋はこのような感じになっています。画面の方を確認しながら進めてみてください。それではまずポケットから作っていきます。先ほどつけた合い印があると思います。この合い印で1回2つ折りにしましょう。で半分はアイロンをかけられないのでこのようなコロコロオープナー使っていきましょう。折り目がついたら1回開いて、この折り目に布の端を合わせて2つ折りにします。そしたらもう1回折ってしっかりと畳んでおきます。そしたらこの際を縫いましょう。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、ミシンの針は14番をご準備ください。それから際を縫う時に便利なのがこちらの立ち目かがり押さえになります。もしミシンのパーツの方で入っている場合ですね、あと針の位置を変えればできそうな場合はですね、こういうのを使ってみるといいと思います。職業用ミシンでいうと段付き押さえみたいな感じなんですけれども、布の端をここに当てながら縫うと際がきれいに縫えていきます。それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしましょう。端の部分をこのエッジに揃えていくような感じです。そうするとこういうふうに均一に同じ幅で縫うことができます。
それでは本体の方に革タブを最初につけておきます。上から 6.5 センチのところにまず印をつけましょう。そしたら革タブを2つ折りにして端から5ミリを仮止めします。それから革などを縫うときはテフロン押さえとかラミネート押さえとかこういうものを使うといいですよ。しっかりと返し縫いをしておきます。はい、ではこんな感じで縫い終えたところです。そしたらポケットをこの革タブのついた表側にこの中央の合い印、そこの合い印で重ねておきましょう。で重ねるとこの持ち手の合い印が消えてしまいますので、また同じようにですね、このポケットにも合い印を入れておきます。この中央の合い印から6センチずつのところですね。そうしたらこの線とこの端、布端のところの間のところを縫って仮止めしていきます。そしたら押さえは普通の押さえに戻しておきます。ポケットの下側から縫っていきます。仮止めなんですけれども返し縫いしっかり入れておきましょう。反対側も同じようにして縫いましょう。そしたら同じようにして底側のところもひらひら空いてますので、ここも縫っておきます。それでは内袋のポケットを作っていきます。まずですね、裏表が分かるようにちょっとペンで書いておきたいと思います。スティッチングとか裏表が分かりにくい時は綺麗な面を表にするというふうに覚えておいてください。縫い代の中に印をつけておきます。こちらが裏面になります。で、長い方をポケットにしていきますので、先ほどつけた合い印のところを紹介していきます。それでは、この28センチ最初につけたところをつまみます。こうやってつまんでください。つまんだらそのままこうスライドさせて、もう一つの合い印のところでこうパターンと倒します。今つまんだのがこの部分で、もう一つの合い印がここになります。ここがポケット口になります。今は裏から表にしたところになります。こんな感じになります。ここがポケットの状態になっていきます。この状態でもう一回2つ折りにすると、この反対側と合わせた時にここがぴったり揃っていれば OK です。これを確認しながら進めるような感じになります。で、この状態で1回アイロンをかけていきます。まずここが最初につまんだ部分ですね。つまんだところをアイロンで折ります。はい、そうしたらもう一回こう広げて、もう一つここに合い印があります。ここがポケット口になります。そうしたらこのポケット口のところは1センチ外側に折ります。今生地は表面の状態になります。こうして1センチで折り目をつけておきます。そしたらこの際を縫います。そしたら先ほどと同じように立ち目かがり押さえに変えて際を縫いましょう。この立ち目かがり押さえを使う場合は右側に布の量が多くなるようになります。そしたら1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。これも縫い目の長さはそのまま 3.0 のままで大丈夫です。はい、ではこんな感じで
縫い終えたところです。そうしたら、折り目をつけておいたところですね、この谷折りにしていたところに合わせてもう一回こう折っておきます。はい、じゃあこういうふうに待ち針が止まったところで、一度これを2つ折りにした時に両端の高さが揃って、2つ折りにした時にぴったり揃っていれば大丈夫です。揃ってない場合はもう一度調整をしてみてください。でこの時のポケットの高さは測るとだいたい9センチぐらいになっていると思います。中央のところは合わせるものがないので9センチの印をつけて中央を合わせておきましょう。印をつけるときは自然に消えるペンを使ってください。そしたらここに中央の仕切りを入れますので、1回2つ折りにしてポケットのところだけ折り目をつけておきます。ここはつけないように気をつけてください。ではこういうふうに折り目がついたところで、先ほどの印に合わせて待ち針で留めましょう。はい、そしたら両脇と中央と仕切りのステッチを入れていきます。それでは端から 5mm のところから仮留めしていきます。そしたら中央のところの仕切りのステッチを入れていきます。折った線の上を縫っていきましょう。返し縫いせずに上まで縫います。そしたらこのポケット口のギリギリ手前のところまで縫いましょう。はい、で縫ったら一回押さえを上げて布を回転させます。で一目だけ前に進めましょう。はい、そしてもう一回押さえを上げて、でもう一回押さえを下げて、同じ幅でまた今度戻っていくように縫っていきます。そしたら最初の糸がありますので、ここを根元から切っておきましょう。でもう一回押さえを上げて、そしたら一目だけまた先に進んで押さえを上げて、最初の縫い目に1センチほど重ねていきます。最後返しにします。はい、ではこんな感じで仕切りのポケットができたところです。裏面はこんな風になってます。最初につまんだところがこの部分になります。それでは持ち手用の線を描いていきます。今度は本体に線が残ってしまうので、必ず自然に消えるペンを使ってください。そしたらここの中央の合い印から6と印をつけたところですね。でつけておいたこの線から線までを線を引いていきます。この線は表になって目立ちますので気をつけてください。ポケットにも線を引いていきます。そしたら上から 4.5 センチのところにそれぞれ印をつけます。これは縫い止まりの線になります。上から 4.5 センチのところ、そしてここからここまでは12センチになります。もう1枚も同じようにして、この切り込みが入っているところから切り込みまで線を引きます。そしたらそれぞれに持ち手をつけていきます。これはね、同じやり方で2枚やりますので、1枚だけで先に紹介させていただきます。今回は持ち手をショルダータイプにしますので長くなります。でこんな感じでさっき描いた線に合わせてこういうふうに合わせていくんですけれども、この状態で待ち針を止められないので、そういう時に便利なのが仮留め用の糊になります。こちらを使っていきます。これね、青くなってますけれども乾くと透明になります。これをテープの方につけてもどちらでもいいんですけれども、こう本体の方がどこまでっていうの分かりやすいので、この印を描いた線のところまで糊をつけてピタッとこの線で合わせていきましょう。
じゃあこういうふうに止まったところでペスネームを挟もうと思います。ペスネームはお好きな位置で止めてください。今回はここにしたいと思います。そしたら先ほどつけたここの線のところに定規を当てて、この横のところ線を引いておきます。これも必ず自然に消えるペンとかを使ってください。ここが縫い止まりの線になります。そしたら2枚同時に行っていきます。下から縫っていく場所はこの折り目のところですね。ここの部分を見ながら上に向かって横にずれて下に降りていくような感じになります。ただこの部分は結構ほつれやすいので30縫いをして戻っていくようになります。そしたらこれも返し縫いをしますので1センチほど先に針を下ろしましょう。返し縫いをしてスタートします。で縫う時の線はここの折り目に合わせてここを縫うようにすると綺麗に縫えていきます。はい、じゃあそしたらここの線のところまで来たところで押さえを上げます。じゃあ横にずらして、はい、そしたら、ここから返し縫いしてもいいんですけれども、もう一回布を回転させましょう。でここの折り目のところで折り返しますので、ここまで縫いましょう。では同じようにして他の3箇所も縫っていきましょう。はい、縫い終えたところになります。そしたら底をつなげていきます。合い印で中表に重ねていきましょう。それでは1センチを縫いましょう。今度は長い距離を1センチで縫うので、この10のところにマスキングテープで長めにガイドとして貼っておきます。そしたらこの布の端を揃えながら縫っていきます。縫い目の長さは 3.0 です。そしたら持ち手の重なりのところは返し縫いをしっかり入れておきましょう。はい、では縫い終えたところになります。こういうね、持ち手の重なりのところは返し縫いしっかり入れておきましょう。そしたらコロコロオープナーを使って縫い代を倒していきます。こういうのがない方はですね、手でしっかりと開いて下ろしておきましょう。今度際を縫っていくんですけれども、ちょっとねこの部分厚みが出てきますのでゆっくりと縫っていきます。それでは先ほどと同じように際を縫いますので、立ち目かがり押さえに変えて縫っていきます。あとはね、際はだいたい 1.5mm ぐらいを目安に縫っていきましょう。あんまり際すぎるより 2mm ぐらいでもちょうどいいと思います。はい、そしてこの押さえを使われている方はですね、このエッジの部分がこういう厚みが増すところに引っかかってきますので、しっかり両手で押さえながら縫っていきましょう。
それでは反対側も先ほどと同じように縫って仕上げていきます。マスキングテープをガイドに使っていきましょう。はい、これで縫い終えたところになります。ああいうね、立ち目かがり押さえを使うと際が綺麗に縫えますので、是非試してみてください。あと帆布って結構目が粗いので、この目がちょっとでもずれるとですね、縫い目がちょっとガタってなってきますので、最初の裁断の時から気をつけていただけると縫い目がガタガタしないかなっていうふうに思います。気になる方はね、裁断から気をつけながら進めてみてください。それでは、最初に作っておいた内袋の方ですね、こちらを重ねていきます。まずポケットがある側がこの何もない面に合うようにして中表に重ねていきましょう。持ち手をちょっと内側に入れて、この中央の V の合い印でそれぞれ留めていきます。はい、じゃあこんな感じで留まったところで、今度は帆布の面ではなく、このね、張りのある生地の方を上にして縫っていきましょう。そしたらマスキングテープをまた1センチのところに貼って、この布の端をこうピタッとね揃えるようにして縫っていきましょう。1センチほど先に針を下ろして返し縫いからスタートします。はい、ではこんな感じでつながったところです。中央がねずれないように気をつけて縫ってみてください。それでは表にしていきます。今度ねここの際を縫いますので、もう一度ね底を縫った時と同じようにしてコロコロで倒していきましょう。だいぶ仕上がりが見えてきたところです。このシーチング側の方に、内布側の方に縫い代を倒していきましょう。そしたらこの際のところを先ほど底を縫った時と同じようにして縫っていきます。はい、ではこんな感じで縫い終えたところになります。結構ね帆布が重くなるし面積も大きいので、縫う時ね結構重みで持ってかれちゃうんですけど、しっかりと両手で支えながら際を縫うようにすればずれなくなりますので、ゆっくり縫ってみてください。それでは裏にします。で裏にしたら今度は同じ生地同士を中表に重ねていきます。両脇を縫っていきます。この縫い合わせの部分はずれやすいのでしっかり待ち針で留めておきましょう。はい、それでは両脇止まったところになります。そしたらここの両脇を端から1センチで縫います。そしたら縫い始めの位置なんですけれども、ずれやすいこの脇の部分から2回に分けて縫っていきます。この部分をぴったり揃えて、待ち針を外したら針で、ミシンの針で待ち針の代わりにしていきます。そしたら返し縫いしないでそのまままっすぐ縫っていきましょう。でマスキングテープもガイドにしていきます。そしたら、皮がありますので、この部分は返し縫いをしっかり入れていきます。そしたら最後にこの脇の部分もずれやすいので、目打ちで今度はしっかり押さえながら縫っていきます。返し縫い入れます。はい、そしたら一回ねここずれてないかなって確認しましょう。揃ってれば大丈夫です。そしたら今度は最初に縫った面をこうひっくり返して、こ
このねまだ縫ってない面を縫っていきます。この時にまだ返し縫いをしてないので、ここがずれてる場合はしっかりとピタッと揃えておきましょう。次の縫い始めの位置はここの位置になります。今度は重ねて返し縫いをしてスタートしていきます。はい、そしたらポケット口になりますので、ここも返し縫いをします。はい、ではこれで脇がつながったところです。そしたら両脇の縫い代を倒していきます。やっぱり脇がピタッと揃ってると気持ちいいですね。縫い方のコツなど参考にしてみてください。はい、では、こんな感じで縫い代が倒せたところで、もう一度ねこの脇しっかりと揃ってるかをちょっとね確認しておいてください。できるだけここはね綺麗に揃ってる方が見栄えも良くなりますので、是非、丁寧に進めてみてください。そしたらね底まちを作っていきます。もうね出来上がっちゃいましたけど、広げてパタッとすれば最初につけた合い印とこの中央のところを揃えて、それぞれ1センチで縫いましょう。内側の1箇所だけは縫い残すようにしてください。ここが返し口になります。では、縫い終えたところになります。そしたら1箇所だけ開けておいたと思います。ここから表に返していきます。ちょっとね出口がね狭いですけれども、ゆっくり出していきましょう。もしねこの小さいところから出すのが苦手な場合は脇に返し口を作ってみてください。多分ね10センチの底まちだったら、このぐらいだったらねだいたい出てきますので、ゆっくり進めていきましょう。ちょっとここリアルに見てもらいたいから早送りにしようかな。はい、じゃあこんな感じで表になったところです。結構ねシワがやりましたので、アイロンできれいに整えていこうと思います。はい、そしたら内袋を中に入れていきます。それから返し口がやっぱりちょっとねここだけだと半分に結構折り目がついてしまうので、無理があるなって思った方はですね、ここの部分ですね、この脇の部分、このポケットが結構長めにありますので、ポケットの始まりと終わりの部分2センチほどよけてですね、そうすると大体ここが大体12センチぐらい余るのかな。ここの部分を返し口にしてみてください。で縫い代を倒しながらいきますので、1回手を入れて合い印の切り込みが入っているところで指を押さえて、ここでパタンと倒していきます。そしたらこの見返しの部分がちょうど3センチになるようにして倒していきます。はい、じゃあここまで来たらね、あともう一息なので頑張りましょう。そしたら脇から縫っていきます。脇はねこの皮のある方にしてみましょう。ここから端から5ミリのところを縫っていきます。ちょうど縫うとこの持ち手のところの縫い目のところに重なるようになります。ここをねちょっと意識しながら縫うようにしてみましょう。そしたら針が一番右側に動かせる方は一番右に動かして押さえの端を揃えていくとちょうど5ミリが縫えますので、ここで縫っていきましょう。
そしたら返し縫いしないでそのまま縫っていきます。縫い目の長さは 3.0 になります。はい、じゃあちょうどね持ち手に乗るところなんですけれども、持ち手のこの縫い目に合わせて縫っていくようになります。はい、そしたら縫い終わりまで来たら最初の糸を切ります。そしたら縫い目をここまで重ねていきます。そしたら少しだけ返し縫いします。縫い終わりはこんな感じになっていきます。そしたら今度もう1本縫おうと思います。この縫い目から 5mm 離れたところを縫います。1本で終わりでもいいんですけれども、もう1本縫うとしっかりと見返しが収まってくるので、このまま縫っていきましょう。この縫い目から 5mm 離れたところなので、押さえの端がここの布目のところになるように合わせていきます。そしたら仕上げに返し口を閉じます。今ね1センチほど中に入れてあるところです。また立ち目かがり押さえに変えて、そこの返し口を縫って仕上げていきます。ここは手縫いで仕上げてもいいですし、ミシンでもどちらでもやりやすい方で仕上げてみてください。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。最後の仕上げの返し口はですね、手縫いで縫った方が仕上がりは綺麗だと思いますので、是非ね手縫いができる方はそのように仕上げてみてください。年々ね私もちょっと目がちょっと辛くなってきたので、今回はミシンでね仕上げさせていただきましたけれども、お好みで仕上げてみてください。はい、じゃあ今回ね表と裏とこんな感じで仕上がりました。縦長のスリムトートはですね以前から作ってみたかったサイズなんですけれども、ちょっと試作などをしていたらだいぶ時間が空いてしまいましたけれども、こんな感じでこのね私のお気に入りの著書なんですけれども、これを入れるとちょうどぴったりな感じで収まるようなサイズ感にしました。そしてここの持ち手のところを長くしたので肩から下げられるようなデザインになっています。あえてここの入れ口のところはボタンとか何もせずに仕上げていますので、皆様の方で必要に応じてですねマグネットボタンをつけるなりしてみてください。以前紹介したトートバッグはこちらの普段使いにねぴったりなサイズ感になっています。これが底まちはですね12センチあるので結構返し口は楽だったと思うんですけれども、今回ね底まちを10センチにしたので結構半分にもねシワが寄ってしまいました。なので皆様できればですねこう脇に返し口を作るなどされる方が仕上げやすくはなりますので、是非そちらの方はですねちょっと臨機応変に変えながらですね楽しんで作っていただけたらと思います。そしてねこちらの生地は昨年のフィンランドの一人旅でマリメコのアウトレットで購入してきた帆布の生地になります。なのでね日本ではねこの帆布の生地はあんまり見かけたことないんで、現地でないとね購入できないちょっと貴重な生地にはなるんですけれども、今回はメンバー様にもキットの方のご用意がございますので、かなり今回ね数量限定になって限られてしまうんですけれども、抽選販売で販売させていただきますので、よかったらコミュニティの方ですねメンバー様限定の投稿の方もご覧いただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよっていう方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それからサブチャンネルの方では旅の動画の方を配信中です。よかったら旅動画の方もご覧いただけたら嬉しいです。暑い日が続きますが、皆様熱中症には気をつけてお過ごしください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。